ゴジラ -1 の続編、ゴジラ -0 の予告がついに公開。予告に一瞬登場した謎の飛行機。次回作の主人公機をどこよりも早く制作していきます。積みプラ高速完成チャンネルプララボです。今回のテーマはゴジラ。ゴジラ -0 の最初の予告編がついに公開されましたね。皆さんはもう見ましたか？まだの方はまず先にそっちをチェックしてください。前作のゴジラ -1 は戦後の日本を舞台にして第二次大戦期の兵器が多数登場するミリタリーマニアにはたまらない映画でした。局地戦闘機神殿とか駆逐艦雪風とか従順洋艦高尾が登場。このチャンネルでも関連キットをたくさん制作してきました。今回の -0 でも短い予告の中で新登場の兵器が確認できます。まずは B29、さらに錦大帝、そして今回の動画のテーマの謎の飛行機です。神木隆之介さん演じる前作の主人公、元特攻隊員敷島光一が登場するこの機体。おそらく前作の神殿に代わる次回作の主人公機。わずかにカット、一瞬だけ登場するこの機体を特定して制作していきます。それでは予告編を確認していきましょう。舞台は1949年。飛行機が小さく映るこのカット。シルエットは一般的なプロペラ飛行機に見えます。そして激しいライティングで分かりにくいですが、主翼に日の丸が描かれているのが分かります。ここだけ見ると第二次大戦期の日本軍の飛行機かと思いますよね。次にこのコクピットのカット。キャノピーの断面が円形なのが分かります。これはバブルキャノピーと呼ばれ、下まで見渡せる広い視界が得られるものですが、加工に高い技術が必要で、この時期に日本にバブルキャノピーを採用した飛行機はありません。つまりこの2カットに矛盾する情報があるわけですが、すでにネットの特定班によって機体は特定されています。それがアメリカ海軍の艦上攻撃機 A1 スカイレーダー。比較してみるとコクピットの細部がよく一致していますね。つまりこの機体は日本軍風に塗装されたスカイレーダーというわけです。A1 スカイレーダーは第二次世界大戦中にアメリカで開発されたプロペラ艦上攻撃機。空母から飛び立って大量の爆弾と魚雷を投下するための飛行機です。第二次世界大戦にはギリギリ完成が間に合いませんでしたが、分厚い装甲による高い防御力と3000キロオーバーの破格のペイロードでジェット機時代に突入した後も長く第一線で戦いました。特に1950年からの朝鮮戦争やその後のベトナム戦争で活躍。何でも搭載できることを証明するパフォーマンスとしてキッチンやトイレを搭載して投下したエピソードが有名。アメリカのユーモアセンスはピンときませんね。ここで映画の舞台である1949年時点での最新型式について考察してみます。スカイレーダーは初期型の AD1 から改良が続けられていましたが、1949年当時はエンジンを強化し、機関銃が2つから4つに追加された AD4 が最新鋭機として部隊配備され始めたタイミング。もし敷島が乗るなら時代背景的にはこの AD4 になる可能性が高いかもですね。それではスカイレーダーのプラモデルキットを確認しましょう。人気の飛行機なので国内外のメーカーからキットが発売されていますが、現在日本で入手しやすいのはこの3種類。長谷川72分の1 A1H スカイレーダー。1996年に新発売されたベテランキット。72分の1はガンプラだとハイグレード相当。作りやすくてコレクションしやすいサイズ。マイナーチェンジしながら定期的に再販されています。これまでバリエーションキットとして AD6、AD7、A1J が出ていますが、これらは形状の違いはなくデカールが違うだけのようです。2026年現在だと入手しやすいのはこの A1H スカイレーダー VA25 ミグキラー。限定版キットで定価はやや高めの3740円ですが、ネット価格は3000円くらいで買えます。タミヤ48分の1 A1H スカイレーダー。長谷川とほぼ同時期の1998年発売のベテランキット。48分の1はガンプラだとマスターグレード相当。細かいディテールまで再現されたハイクオリティなキット。バリエーションキットとして A1J も発売中。定価は3740円ですが、ネット価格は2700円ぐらいで買えます。造形村32分の1 A1H スカイレーダー。2011年発売のキットのバリエーション。32分の1はガンプラだとパーフェクトグレード相当。エンジンなど内部の見えないところまで作り込まれたハイエンドモデル。定価15,400円の高額キットで、ウォークス系列のショップ、オンラインショップのみで販売されてます。
今回はまだ情報も出揃ってないということで、一番サクッと作れそうな長谷川72分の1を最小限の改造で作っていきます。現時点で映画に登場する型番を完全に特定するのは難しいですし、そもそも映画内の兵器開発状況が現実と同じとは限りません。現実的に考えたら高尾も神殿もあんな風に動かせないですし、予告の錦大帝もエンジンに架空の改造が入ってるようですからね。それでは早速制作開始。まずはコックピットの組み立てと塗装から。日本軍式だと内部は緑色の機体内部色ですが、予告のカットでは黒か暗いグレーに見えました。今回は説明書の指示通りのグレーに塗ってみましたが、ちょっとグレーが明るすぎたかもですね。コックピットを機体のパーツで挟み込みます。機体の左右の合わせ目と主翼の上下の合わせ目に合わせ目消し。ここで大失敗してすごい見た目になってしまいましたが、なんとか強引にリカバリー。本題ではないので詳細は最後の詳しい制作解説で。このキット A1H はスカイレーダーの後期型、1949年時点の最新型 AD4 との違いとして、コックピット側面と仮面に装甲が追加されてます。もし AD4 を再現するならこれを削り落とさなきゃですが、今回は一旦置いておきます。スカイレーダーは大量の爆弾を搭載できるのが売りの艦上戦闘機。キットには大量の武器が付属してます。さっきも触れたエピソードにちなんで隠しパーツにトイレもついてきます。ですが予告のスカイレーダーは何も積んでないように見えるので、この大量の武器は使わないで15個のハードポイントだけ接着します。予告はもしかしたらゴジラに何かの新兵器を撃った後の離脱シーンかもですね。キャノピーとコックピットをマスキングしたら塗装に進みます。ゴジラ -1 の神殿と同じく一般的な日本軍機の塗装に準じて、上面を暗緑色、仮面を明快白色で塗っていきます。塗り分けは予告でわかる部分を再現しつつ、見えない部分は一般的な日本軍機やスカイレーダーの塗装を参考にします。日の丸も塗装で再現します。予告では主翼上面と機体側面に日の丸が確認できます。普通だと主翼仮面にも日の丸がありますが、スカイレーダーはハードポイントが多すぎて日の丸を書くスペースがないので、主翼仮面は日の丸塗装なしの解釈で作りました。プラモ制作の中でトップレベルに気持ちいい瞬間、マスキング剥がし。バッチリ日の丸が塗装できましたね。パネルラインに墨入れ。コーションマークのデカールを貼っていきます。ゴジラ -1 の神殿はドイツ製の射出座席の注意書きはドイツ語のままだったので、コーションマークは元の英語のままでいいと判断しました。ゴジラ -1 の神殿には部隊番号とかのマーキングはなかったので、それに準じました。ド派手な排気汚れも特徴の機体。パッケージを参考にエアブラシで再現します。最後にシルバーでスポンジチッピングして日本軍機らしい塗装の剥がれを表現。それでは最終組み立て。キャノピーをかぶせて、これで日本軍仕様 A1 スカイレーダーの完成です。日の丸塗装のスカイレーダーということで実在しない機体ですが、武骨でアメリカンな機体に日本風の塗装が意外にマッチしてかっこいいですね。スカイレーダーは空母で運用される艦上攻撃機ということで、映画の中では空母からの発艦シーンもあるんでしょうか。もし日本の空母で登場の可能性があるとしたら、終戦時に無傷で生き残っていた空母桂木あたりですかね。現実では1949年には解体されてますが、ゴジラ -0 の世界では活躍が見れるかも。以上、スカイレーダーの作成でした。動画で紹介したキットとツールの詳細は概要欄から。錦大帝なんかはもう売り切れです。スカイレーダーもすぐに品切れになると思うので、購入はお早めに。映画公開後はコラボキットも発売されるかもですね。ゴジラ -1 の時は長谷川48分の1神殿のゴジラ -1 コラボキットが出てました。最近は特に東宝がプラモデルにも力を入れてるので、いろんなコラボキットが出るかも。ここからは制作プロセスを詳しくお見せします。ゴジラ映画関連キットということで、もしかしたらスケールモデルに詳しくない方も見てるかもと期待して、ガンプラくらいなら作ったことあるよって人向けの解説をしてみようと思います。まずはパーツの表面処理。ゲーターとはヤスリを使わず万能スクレーパーマジスクで処理して時短します。デザインナイフよりも安定してかつ安全に処理できます。
プロペラ部分のゲートは奥まっててマジスクでは処理しにくいのでデザインナイフを使います。30年前のキットということで結構ガタが来てるところがあります。金型同士の合わせ目部分にできる段差、パーティングライン。最新のキットに比べると結構目立つのでしっかり処理します。マジスクでカンナがけしてパーティングラインを消します。金型からランナーを剥がす時にできる押し出しピン跡も目立ちます。これもマジスクで削って整えます。金型の合わせ目にプラが流れ込んでできるバリ。古いキットにしてはバリは少ないキットですが、コックピットの縁だけにはバリがあるのでこれもマジスクで処理。コックピットのケーキ板ツールはデテールなしのツルツル。ディテールはデカール再現です。デザインナイフで切り出して、デカーリングクイックトレイで締め出せ、マークセッターを塗布。デカールが浮いてきたら貼り付けます。濡らした綿棒で水分を抜き、さらにマークフィットスーパーハードでしっかり密着させます。部分塗装は水性マーカーでさっと済ませます。デカールを貼るときに使うマークセッターとマークフィットはマーカーの塗膜を溶かすので、マーカーはデカールを貼った後に塗ります。合わせ目を消します。流し込み接着剤を合わせ目にまんべんなく流し込み。普通の接着にはタミヤの流し込み接着剤を使ってますが、合わせ目消しには溶かす力が強力なミスターセメント SP を使います。30秒ほど待つと接着剤でプラスチックが溶けてくるので、左右から押し付けて合わせ目を埋めます。で、ここまでは良かったんですが、ホコリよけ代わりに山善の食器乾燥機にプラモを置きました。これが悲劇を生みます。合わせ目付近のプラがぐにゃぐにゃに曲がってしまいました。接着剤でプラが溶けたところに熱を加えたせいで曲がっちゃったみたいですね。変形して張り出した部分を削り落としたら、穴だらけに。大規模な補修工事が必要です。瞬間接着剤シアノンブラックで補修します。削りやすい硬さになる瞬着なので形状修正にぴったりです。黒色で視認性がいいのもグッド。穴にシアノンを詰めていきます。そのままだと固まらないので硬化スプレーで硬化。スポンジやすりでガシガシ削って表面を平らにします。サーフェーサーを吹くと処理できてなかった部分が見えてくるので追加で処理。これでリカバリー完了です。通常の合わせ目消しに戻ります。合わせ目部分の溶け出したプラを削ってカンナがけ。合わせ目部分にマッキーを塗ってからさらにヤスリがけ。マッキーが残ってたら隙間が残ってるってことなのでシアノンで埋めます。240、400、600、800番のヤスリで表面を整えたら合わせ目消し完了です。合わせ目周りのパネルラインに墨入れしてパネルラインが消えてないかチェック。消えかけてるパネルラインはタガネとかエッチングソーで彫り直します。胴体に挟み込まないといけないパーツを忘れてました。押し込んでも入らないので干渉する部分を削ります。無理やりパーツを押し込んでなんとか後はめ成功しました。主翼裏のこの出っ張りが干渉して機体とぴったり合わないので削り落とします。それなりに古いキットなのでこんな風に削ってあげないとうまく組めないところが時々あります。胴体と主翼の合わせ目は古いキットだとまず間違いなく隙間ができるので埋めます。シアノンを塗り込んではみ出した部分はコットンスティックでさっと拭きます。本来ハードポイントに武器を接続しますが今回は武器なしで作るので武器側の接続ピンをカット。間違って機体側のピンを切っちゃいました。ピトー管折っちゃいました。機体と一体成形のピトー管は高確率で折っちゃいますよね。外径 5mm 内径 3mm の真鍮パイプと 3mm の真鍮線でピトー管を再現します。定番の改造ですが実際にやるのは初めてです。内径 3mm のパイプに 3mm の真鍮線はギリギリすぎて案の定通らなかったのでピンバイスで無理やり穴を広げます。なんとか入りました。これでピトー管のリカバリー完了です。金属には塗料が定着しないので塗装の前にはプライマーを吹きます。キャノピーのマスキングはサードパーティー製のマスキングシートを使います。自力でやると結構時間がかかってしかも失敗しやすいポイント。かなり時短になります。塗装前にアルコールで拭いて油を落としておきます。ガンプラみたく超音波洗浄機に突っ込むことはできませんからね。まあ必須ではない作業かなと思います。立ち上げ塗装をしていきます。一般的には下地はブラックを塗りますが、ブラックだと色が暗くなりがちなので、ダークグレーのサーフェーサーを使います。
明快白色をパネルの中心はしっかりに塗りつつ、パネルライン周囲には下地のグレーを残すようにグラデーションを描きます。薄く細かくミストを拭くために塗料を5倍以上のシャバシャバに希釈しています。塗料が垂れたり、こんな風に飛沫が飛んだりしやすいので慎重に。同じ場所に吹き付けすぎないようにずっと右手をプルプルさせてます。ぶっちゃけかなりテクニックが要求される塗装方法。私は GSI クレオスの最高級エアブラシを使うことで道具の力で攻略してます。ちょうど故障したエアブラシをオーバーホールに出して戻ってきた直後なので最高のコンディション。立ち上げ塗装は塗膜がめちゃくちゃ薄くてすぐ剥がれるのでトップコートで保護しておきます。日の丸塗装をします。まずホワイトを立ち上げ塗装。極太のマスキングテープをコンパスカッターで丸くカット。映画の予告映像をよく見て位置を決めます。レッドを塗装していきます。同時に視翼前面の敵味方識別体もマスキング塗装。トップコートで保護。日の丸部分をマスキングします。機体上面を暗緑色で塗装します。これも立ち上げ塗装で塗ってますが、暗い色だとあまりグラデーションが目立ちません。楽しいマスキング剥がしの瞬間は動画の最後にまとめてお見せします。プロペラはマホガニーにブラックを混ぜた色で塗装。一般的にはマホガニーで塗りますけど、ちょっとかっこ悪い気がするんですよね。実際これくらい暗い色だったという説もあるみたいです。プロペラは日本軍機の塗装に準じて端を黄色くマーキングします。ですが本当は根元の部分にも黄色いマーキングがあるのを忘れてました。機種上面をブラックで塗ります。ブラックにパール塗料プリズムブルーブラックを混ぜてわずかに青く光るカーボンブラックを再現します。エンジンを再現されてますが前にシャッターを取り付けるので完全に隠れます。シャッターは実機では開閉できるパーツでタミヤとか造形村のキットだと開閉選択ができます。各所部分塗装をマーカーで塗ります。最近のマーカーはマジで優秀なので下手に筆塗りするより綺麗に仕上がると思います。墨入れします。タミヤの墨入れ塗料を流し込んで乾燥したらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒とかフィニッシュマスターで拭き取り、場所ごとに塗料の色を変えて墨入れします。さらにデカールの研ぎ出しをします。デカールを貼った部分には8回トップコートをかけて厚いクリアの塗膜で覆います。当たる光の角度によっては目立つこのデカールの段差を消していきます。塗膜がしっかり乾燥したら2000番のヤスリでデカール周りのヤスリがけをしてデカールの段差を完全に消します。デカールの研ぎ出しはカーモデルでは一般的なテクニックですが飛行機模型には普通やりません。厚いクリア層でパーツの凹凸が埋まっちゃうのでデメリットが大きいんですよね。私はデカールの段差の過激派アンチなのでやっています。ここで機種上面のブラックの塗り分けラインを間違えているのに気づきました。架空のマーキングなので間違いもないんですけど、スカイレーダーの塗り分けラインだとこの第一風貌のラインで塗り分けるのが正しいです。塗装をやり直しました。排気汚れの塗装をします。まずリアルタッチマーカーで下書き。フリーハンドのエアブラシ塗装なので高確率で失敗します。失敗してもいいように簡単に拭き落とせるエナメル塗料で塗ります。実際思いっきり塗りすぎたのでエナメル溶剤で拭き取ってやり直し。下書きが隠れるように塗っていきます。2回目の塗装はうまくいきました。ちぎったスポンジを使ってスポンジチッピングをします。エナメル塗料のシルバーをスポンジにつけてキムワイプであらかた拭き取ったら表面をポンポンと叩きます。エッジの部分とか人の通り道になるコックピットとか主翼の付け根を重点的に。架空の塗装なので正解はよくわかりません。ランディングギアを取り付けたら最後のトップコート。半光沢クリアでツヤを整えます。アンテナ線を貼ります。使うのはモデルカステンのストレッチリギング。伸び縮みするのでピンと貼れます。接着にはアロンアルファ光を使います。専用ライトを当てるまで固まらないので難易度の高い接着に絶大な意欲を発揮します。アロンアルファ光は普通の瞬間接着剤と違って発火しないという特徴もあるのでクリアパーツの接着にも使用。改めてスカイレーダー完成です。ご視聴ありがとうございました。動画が参考になったと思ったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。
最近メンバーシップも始めたので、メンバーシップ限定動画もチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。